この世界の基本は自作自演だ。自分で想像して、自分で味わってるわけだ。自分が信頼できないイコール自分が信頼できなくなるような世界構造。つまるところ引き寄せの法則が思ったように働かない。望んだものが受け取れない世界を作ったり、引き寄せたら不幸になる世界を作ったりする。さらに言うと引き寄せの法則なんかを信じるなんて、ほらしい笑い、と水面下でなっているわけだ。ではどうする？自分で、私を愛していると言い続けるのも一つの手だが、それよりも、さすが私、とか、本当は世界って私を愛してるんだろう私は進める。愛していると自分に向かっていったとして、浸透する前に他者からの否定が入ってしまうとどうしても揺らぐ。そもそも自己否定自体が他者からの否定で形成されちまってるんだから、いくら自分で愛してるなんて言ったところでそれは、自分の他者からの価値を認める前提にならない、と、健在意識が空見たことかと騒ぐ。それに対して、自分の持っている能力や価値に対する信頼を強化してやることで、こんなにすごい私を裏付けする世界を作ることができる。何かやってもさすが私とか、やっぱり私は才能があるとか、何かあったら私って、すごく世界に愛されてるとか、他人からの否定や無関心にあっても、あいつだってあんな態度しているけど本当は私のことすごいと思ってる。本当は私のこと好きなくせに笑い。とか、内心でナルシストになりまくるのがいい。世界はそれを裏付けるんだからな。自分への無条件の愛のみだったら現状維持になりそうで、怖いってのもうまくいかない理由の一つだと実際にやってみて私は感じた。だったら感情の情報修正にもつながり、自己信頼度の上乗せからの自分だったら、何でもできる。ナルシスト状態での俺、無双世界創造を私は進める。ナルシスト化イコール全知全能化するという方法で、自己愛条件を無条件クリアできる自分を取り戻すということ。ちなみにこれのいいところはエゴの助けが自尊心を育てる過程で、どんどんこちらよりにわがままを言ってくれるようになることだったりする。それを心の底から肯定してやるといい。だって自由なんだから、もっと上に行くような発想を仕掛けてくれてるってことじゃないか。次に人や金に対する異常な特別視について、前に世界は自作自演だと私は言った。これについてさらに突っ込むと、人も金も土も草も水も、すべては同じ物質で同じ過程でできてる。これについては宗教臭いと感じる人もいるのではしょるが、自分が想像する、つまるところその一言に限る。なので、本来であれば金でも人でも想像、引き寄せ、し放題なのだが、いかせん生まれてから今まで養われた。人は思い通りにならない。金は見えなければない。人生楽あり悪もあるさと、前提条件が邪魔をしてくれている。まず人間が思い通りにならないなんて全くの嘘だ。他人が何を考えているかわからないと言っているのに、想像できないというのはおかしな話だろう。だから会ったことのない人間は作れるし、見えない人の考えも作れる。そしてみんなが大好きな金、これは入ってくるとか来ないとかいう、以前に存在を実感するのが鍵。なぜなら、金に本来形はないからだ。紙と鉱物。それすらなくても口座間取引だのポイントだの。存在だけならどこにだって転がってる。なのにさも高尚な取引や贈り物で、ないと手に入らないようなものだと錯覚してしまっている。大はじめ自分が想像しているんだから。いくらでも、無から有にお得意の裏付け現実で持ってこれるんだから、心配なんざいらんのだ、というよりだな。金だろうが物だろうが人間だろうが思考だろうが、ただの万能物質なんだからいつでもどこでもいくらでも好きなだけ存在している。しかもそいつは、常にコンコンと、湯水以上に湧いてくるんだから、イメージも何も難しいものはいらん。ただただ、そうだと決定する。疑うようならナルシストモードで、私が決めたと一周してしまえ。相手アファしたいなら、お金はそこかしこに土くれのように転がっているんだから、手に入れるのは簡単。お金は私が好きだから、声をかければ喜んで自分からやってくる。お金を特定のものに変えてもいいし、世界に起ころうが、命令しようが、すべて喜んでやり遂げてくれる。なんたって世界が愛する主人が私自身なんだからさ。質問。今までパッとしなかった人たちがお金持ちなんて一発逆転はあるのかって。答え。逆転劇について。これはもちろんあり得る。希望の仕事に就きたいなんてのもそうだが、まずできない理由探しになってないか自問自答してみてほしい。事務員から中枢システムに携わるように変わることもある。最初に自分を疑っちまうと、ビル・ゲイツも、ジョブズもメッシも松下幸之助も、ただの人で過ごして、たんじゃないか。才能を決めるのは自分だしな。このまとめの抜粋元リンクは概要欄に貼ってあります。ぜひ見てください。
潜在意識チャンネルプレミアムでは、本当の引き寄せの法則を教えています。有料級の話をしています。概要欄にリンクを貼りましたので、ぜひポチってみてください。それでは次回の動画で会いましょう。